広島は使い市カラフルタウン廿日市。はい、始まりました。こちらオリジナルテーマですね。カラフルタウン廿日市で始まりました。この番組は日本一の移民の街から、日本一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。お相手はエイジアンの栗林克之と多文化相談員のコウタです、はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市は今回で第49回目の放送となりました。結構な数ですね。はい。でこの後ですね、前半16時30分までは廿日市市国際交流協会のコーナーで、その後後半はエイジアンのコーナーでお送りいたします。共通テーマは多文化共生です。はい。今回のスタジオゲストは、一般社団法人グローカル人材ネットワークの尾本克明さんにお越しいただいております。軽く自己紹介をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一般社団法人の代表をやってます尾本と申します。今日この会に、呼んでいただいてとても嬉しいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後までどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、はい、まず最初のコーナーをお願いしたいと思います。廿日市国際交流協会廿日市インターナショナルアソシエーション。はい、それではね、国際交流協会廿日市、最初のコーナーに行きたいと思います。2つのコーナーがありまして、1つ目は多文化共生コーナーです。多文化共生や在住外国人に関する、私が気になった記事などを紹介します。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムのコーナーで、廿日市市国際交流協会の月間開放誌ブロッサムからイベント情報、コラム、優しい日本語をお伝えします。エンディングには世界の音楽をお届けしたいと思います。でまずですね、テーマのですね、多文化共生っていう言葉なんですけれど、もちろんね、尾本さん、栗林さんよく聞いてるんですけど、一般の方にはですね、多文化共生なかなか廿日市の方も聞いたことがないとかですね、聞いたことはあるけど意味もわからないっていうので、私実は、ね、多文化共生マルチカルチャリズムっていう曲を作ったんですね。なので、それをまず聞いてもらいたいと思います。はい、お願いします。廿日市国際交流協会廿日市インターナショナルアソシエーション。廿日市国際交流協会廿日市インターナショナルアソシエーション。ちょっとあれ今音楽がですね探してもらっておりますので、多文化共生英語ではい、マルチカルチャリズム再度お願いします。人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。多文化共生、それは国籍や民族、言語、宗教、生活習慣、異なる文化的背景を持つ人々が互いの時代は登場し合い、平等な立場で地域社会の一員として共に暮らし、協力しながら豊かな社会を築いていくこと。多文化共生マルチカルチュラリズム。多文化共生マルチカルチュラリズム。
はい、ありがとうございます。自作のですね多文化共生マルチカルチャラリズムいかがでしょうか。すごいな。なかなかねもう言葉で言っても伝わらないので、もういやいや曲にしちゃおうということで、リズミカルなはいよく作られました。はい、で中にあったんですけれど、歌詞の中でですね、これ国が定めてるねなんですか定義なんですけど、中にですね私いいフレーズが違いを豊かさとして認め合うということですね、マイナスではなくてプラスとしてね考える社会ということでですね、これがね私好きなんですけれど、はい、同感ですよそれは。ですよね、はい。なかなかね外国人が入ってくるというとねなんかマイナスにとかね、なんか心配とかね言われる方があれですけど、私たちはね尾本さんも紅林さんも外国人楽しいっていうの分かってるのでびっくりですね。まずこの段階でぜひぜひねいろんなところで流行らして、そうですね、いつか NHK でパプリカみたいなねマルチカルチャラリズム多文化共生っていうねなんかね曲がね流れたらいいなと思っております。素晴らしいです。ありがとうございます。はい、それではですね、次はですね、私が気になった記事をですね紹介したいと思います。まずはですね、6月10日の中国新聞の記事なんです。6月10日今日ですねじゃなくてですね以前の5月29日にあった、記事なんですけれど、高校生動画友の浦短編が最優秀賞、広島の AICJ 高校生2名が制作ということで、はい、AICJ ね聞いたことあると思うんですけど、英語で授業をやったりするですね。それでは記事を読んでいきたいと思います。広島市安佐南区の AICJ 高3年の種彩葉さん17歳と、田辺、理央さん、広島県福山市が作った福山市の友の浦を紹介するショート動画が日本航空のコンテスト高校生動画万博で最優秀賞に輝いた。審査員からは自分たちの好きな場所に来てほしいとの思いが伝わるなどと高い評価を受けた。動画は53秒の Welcome to 友の浦、募集330作品から選ばれたということです。はい、種さんと田辺さんの2人が港を散策したり渡船で潜水島に渡ったりする見どころとして漁船がいくつも浮かぶですね港や常夜灯などを紹介。歴史と日常が瀬戸内海の美しい風景と響き合うなど英語のナレーションも付け加えた。クラスメートの2人は英語学習と趣味の動画撮影が活かせると挑戦したという。田辺さんの地元福山で外国人客に知ってほしい場所として友の浦を選んだ。昨年11月に撮影、ぶっつけ本番で心動かされた美しい風景や場所を次々撮影した。2人はキラキラした海が撮れた。外国人にも友の浦の魅力が伝わるはずと受賞を喜んだ。コンテストは大阪・関西万博に合わせ訪日観光客にも地域を発生するために企画された。作品は6月末まで日本航空の国内線で放送されるほか、福山市の JR 福山駅構内と周辺の電子看板でも来年末まで流される予定だということでですね、受賞動画ですね高校生動画万博という形でですね、検索してもらえれば見れます。なるほど。で私も見たんですけど英語ナレーションもですねちゃんと入ってましたし、あれですね本当に映像の作り方がうまくてですね、ぜひ皆さん見てもらえたらとですね。最近本当ですね高校生がね、もう AI 使いながらですね、英語字幕もつけてますしね動画編集なんかもみんなやっぱり TikTok 世代なんで上手なんですね、はい、プロと思うぐらいね動画がですね、でこの他にもですねいろんなですね、作品がですね受賞作品が各県ですね出ておりますので、ぜひぜひですね見てもらったらと思います。すごいな、ね、こういう形でですねもう本当にいろんなもう高校生でもですね今度動画外国人の人に来てほしいっていうことで見てもらいたいということで情報発信ということで実は我々もね、動画をエイジアンでもね、動画をもうくたびれます大変ですけれどね苦労してもあるし失敗したばっかり、はい、SNS でですね多言語で発信しておりますので友の浦はあれですよね朝鮮通信社でおっしゃるそう通りそう江戸時代とかでですね交流があったところですので、まさに
際交流の現地ですね。ですね。はい。ぜひですね動画見てもらえたらと思います。はい。それではですね、次ですねコーナー行きたいと思います。ニュースレター廿日市ブロッサムということでですね、このコーナーでは廿日市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムからイベント情報をお伝えいたします。まずはですねこちらですね、今月英語なんですね、表紙がですね。で、これはですね、ガイドツアーオブ宮島ということで、ガイドツアーですね、外国の方をですね、研修とかしてるんですけれど、このツアーで宮島を初めてガイドをした花ちゃんっていう高校生、この方はルーツが、アメリカと、日本ルーツの子なんですけれど、その子が、ガイドをしたのをですね英語で投稿してくれます。それをですね AI で読み込んでですね、やってもらいます。では、記事をお願いします。On Saturday, April 22nd, we went to Miyajima for a guided tour in English, which I led with the support of Mr. Tamura. Although the tour began slightly behind schedule and I was quite nervous, the cool air and light rain created a calm and refreshing atmosphere. We followed the usual route from the ferry terminal, where we noticed that the 3D model of the island, previously located near the slope, had been removed. At one point, I was asked how many football fields the island was an amusing moment, as I've never watched American football and had no idea how to respond. The main commentary was conducted in English, but since the boys could also speak Japanese, conversations shifted between both languages. We walked along the beach toward the Utori Gate, enjoying the quiet, peaceful stretch of sand. After P all seemed to admire the gate, we continued on to Itsukushima Shrine, where the rain lent the buildings a soft, atmospheric sheen. Uwa's Senjokaku Shrine, where we explained the structure's unfinished design and the use of gold in its construction by Hana. はい、ということで花さんの記事を AI に読んでくださいました。ところどころですね、発音が、日本語のね発音がね、どうかなみたいなところもあったんですけれど、原文読みたい方はですねこちら国際交流協会のですね、特集のところ、ガイドして初めはすごくね心配だったんですけど、話していくうちに盛り上がってですね、いろんな話をしながら、日本宮島のですね、大鳥居とかですねいろんなところを、ガイドして回ってすごく楽しかったっていう勉強になったというですね、記事が、花さんからいただきました。はい、なんかちょっとねAI で読んでNHK の英会話学習みたいな感じなんですけれど、はい、またこういうね記事も紹介したいと思います。はい、次はね情報コーナーでですね、ホストファミリー募集です。こちらですねはい、8月6日前後にですね廿日市国際交流協会ではですねホストファミリーの募集をしております。はい、私もね受け入れたことがあるんですけれど、外国のね学生さん、外国から、日本に留学している学生さんをですね、ホームステイしてもらって、交流するというですね、楽しい企画ですので、ぜひぜひまだ募集しておりますのでよろしくお願いしますというのと、もう一つはですね、情報はですね、こちらですね、仕事のための日本語っていうのを今回ですね、募集しております。こちらですね、仕事を探している外国の方とかでですね、日本語の初級ですね、初級レベルを学びたいということでですね、結構ですね、月水金ですね、広島市内で、がっつり無料で日本語を勉強できるというですね、ぜひぜひねおすすめしたいと思います。JICE が行っておりまして、申し込みはハローワークになります。こちらの方もですね、中国語とかですね、スペイン語とかポルトガル語、タガログ語とかありますので、ホームページを見て
見てください。仕事のための日本語です。はい、広島です。はい、ということですね。はい、それではですね、もう次のコラムですね。優しい日本語コーナーに行きたいと思います。はい、優しい日本語というのは外国人や子ども、高齢者、障害のある方々によって、理解しやすいように配慮された簡単な日本語のことです。1995年、阪神・淡路大震災を機に日本語や英語が理解できない外国人にも情報が迅速に提供できるようにと考え出されました。つまりこの言語形式は日本語の理解やコミュニケーションに困難を抱えている人々に向けて作られています。このような優しい日本語のコツを今月も福田紀子先生の執筆された記事から分けて紹介しますということでですね、ずっとですねこれ連続でですね廿日市国際交流協会の会報誌で紹介していた、なんですけど、栗林さんや尾本さん、優しい日本語とか使う もちろんご存知だと思うんですけど、なんか使う機会とか意識されることありますか？時に意識するんですけど平素忘れてしまうからあれがね使い慣れないといけないなと思いますけどね、ちょっとしたことでね、はい、私はねよくその留学生とかにそのキャリアコンサルをするんですね。それでまあ就職のことをいろいろ一緒に、相談に乗るんですけども、その時にどうしても中国の方はね比較的日本語がお上手なんですけども、まあ中国じゃない非漢字圏のね、ベトナムとか最近だとミャンマーとかインドネシアの方はね優しい日本語、本当漢字と縁がない人たちにはとっても重要な、言葉言語だと思いますね。優しく紐解いて喋ってあげないと、なかなか通じないというのが実感ですね。そうですね、私以前ですね外国の方にもなるべくですねちょっとわからないみたいなきょとんとような顔をされたりとか、されたらやっぱり少し優しい日本語を使うように意識したりとかですね、あとは以前障害者就労のところで仕事をしてたんですね。でそこでやっぱりゆっくり話したりとかですね、あと、そういうようなですね、人によってですねそういう意識したりとかですね、したこともありますし、本当に例えばですね、小学校の、先生とかですね、低学年の先生とかですね、やはり高齢者施設で働いている方とかですね、優しい日本語を伝えたら分かりましたってすぐね受け入れていただいて、実は普段から使ってる、これ外国人だけではなくてですね、はい、であとはですね翻訳とか私することあるんですけど、頼まれてね、そういう時ね、日本語がですね難しい漢字、主語がなかったりとかですね、結局それが翻訳してもうまくいかないんですね。なので日本の行政文章とか主語がない文章とか目的語がない文章、私とか彼はっていうのを一度優しい日本語に変換してからねやったりとかですね、そういうことありますよね。そうですね、日本語独特のその言語形態みたいな形で主語を省略して喋ると、なかなかねその何について言ってるのかっていうのが外国の方はわからないので、ちゃんと私はとか彼はとか主語と実語をねちゃんと丁寧に話してあげるとかね、いつも怒られてます私スタッフの外国人から主語は何ですか、栗林さんですか、私ですか。しかもねさらにこれをですね、この話したことを動画にやるんですけれど、字幕に直さなきゃいけないので、やっぱりね明確にで後でやったらこれが誰が誰に話してるのか分かんなかったりするので、後でですね修正してですね、優しい日本語、はい、日本の独特なね、で、それではですね、じゃあ記事の方に行っていきたいと思います。今回はですねブロッサムの5月号の優しい日本語の記事、以下でですね例文を言います。優しい日本語に言い換えるとどのようになるでしょうかということで、皆さんも考えてもらったらと思います。はい、仕事の進捗確認の場面です。今週中にこの資料を完成させてください。進捗状況を教えてください。もう一度読みます。今週中にこの資料を完成させてください。進捗状況を教えてください。
これですね進捗状況とか言ってもまあ難しいですね。なので、この資料とかこの、レポート、この、資料を今週中に作ってください。仕事の進み方、進み具合を教えてくださいというふうにして訳すと分かりやすいということです。次はですね、仕事の優先順位ということで読みます。このタスクを最優先で進めてください。他の仕事は後回しで構いません。このタスクを最優先で進めてください。他の仕事は後回しで構いません。これを優しい日本語に変換すると、この仕事を一番先にしてください。他の仕事は後でいいですよっていうことでですね、最優先っていうのを一番先とかですね、他の仕事は他の仕事っていうふうにですね、言い換えると分かりやすいということです。はい、次は休憩についてです。忙しいですが適度に休憩を取るようにしてください。忙しいですが適度に休憩を取るようにしてください。これは、忙しいですが休む時間を作ってください。適度にとかでなかなか分かりにくいので、休む時間を作ってくださいとかですね、よくあるのができたら休んでくださいとかね、なるべく休んでくださいっていうね、こう日本人の曖昧なのが、それよりもしっかり今休んでください、5分休んでくださいっていうふうにちょっときつく聞こえるようなんですけれど、ちゃんと指示とかよくあるのが、ここでなるべくタバコ吸わないでねとか、ここではタバコは避けてねとか言うと、吸っていいのか分からない、ここでタバコを吸ってはいけませんとかですね、仕事に、なるべく遅れないようにじゃなくて、もう仕事には遅れないでください、なるべく何時じゃなくて何時に来てくださいとかですね、こう明確にですね、この曖昧なのがでね、逆にですね、外国の方にはですね、変に伝わってですね、逆に混乱してしまうっていうことがあるので、きっぱり言う。で、優しい日本語を使う際には以下を意識すると良いですということで、3つポイントが、紹介されています。文を短くします。だらだら言わずに、こうしてください、こうしてください、その後こうしてくださいっていうと、あと難しい言葉でなく簡単な言葉を使う。そうですね。はい。で、丁寧な表現はそのまま残す。何々してください、何々します、何々、しましょうとかですね、それをちょっと崩したりすると逆に難しくなってきますので、あと広島弁とかでねジャケとかね、はよ震災とかねというのがやっぱり伝わりにくいので、早くしてくださいとかですね、教科書に出てるんですね、日本語学習されるの丁寧語で。なので、はい、栗林さんもですね広島弁でね話されるよりか丁寧語でね話してくださったら分かりやすいかなと思いました。はい。ということでですね、はい、早いものでですね、私の担当する時間もいよいよ終わりに近づいてきました。今回お届けした内容も含め、毎月発行する解放誌ブロッサム廿日市には、ここ FM 廿日市の情報コーナーや各市民センターで置いてあります。先ほどの英語の、文章もあるので、ぜひ手に取ってご覧ください。最後に、お伝えした内容の申し込みや問い合わせ先をご案内いたします。廿日市国際交流協会電話番号 0829200116、 火曜日から土曜日9時から17時となっています。私もおりますのでね、ぜひお問い合わせや、皆様のイベント参加をお待ちしております。ということで、ここから近いんですけれどね、ぜひぜひ来てもらったらと思います。それではですね、次最後のコーナー The Music from Around the World ということで、世界の音楽を紹介しているんですけれど、実は今回ですね、廿日市国際交流協会のですね、イベントソングを作りましたので、それを紹介したいと思います。実はですね、廿日市国際交流協会ですね、30周年になりますので、30周年祭というのをですね、10月5日日曜日に開催いたします。
その中でですねイベントソングっていうのをですね4種類作りましたので、この中から投票して今もらっております。すごいですね。これなんですけどねでその曲もですね、ポップ風、ハワイ風、日本風、フランス風っていう風にあって、それの曲をですね、ネットでも聴けますし、国際交流協会当日来てもらったりしたらこれですね聴けますので、はい、面白かった。どれも、ですね今日聞き応えがありました。それでこうシールを貼って投票してもらったりとかですね、しておりますということでですね、この曲ですね今回はですねまずはですね栗林さんも聞いてもらいました。もちろん、はい、ぜひ小本さんもねこれ聞いてこれって募集したんですか？私が作りました。すごいですね。4曲。 4曲あらまあ。同じ歌詞でですね曲調を変えて作るんですけれど、ガラッと変わるよ。そうですね来年は募集してもいいかなとは思うんですけど、会員さんにですね、今回は私が作らせてもらったんですけれど、その曲をですね、それぞれねこう投票してもらって、で今回のイベントソング作ろうと思います。スマホでちょっと映してね、で聞き分けて、今そんな感じでですね交流団体は日本にたくさんありますけども、ここまでテーマソングというか自分のこの曲を作るところの団体ってあるんですかね？聞いたことがない。なんだろう小本さんの団体の曲も作りますので素晴らしいですね。今やもうそんなそんな時代に誰でもね AI で曲を作る時代素晴らと思ったらしいな。はい、それではですね、聞いてもらいたいと思います。流れてきましたね、国際交流協会のポップバージョンです。夢が話す新しい季節、小さな出会いが大きな輪になり、笑顔がつながる世界の仲間たち、言葉を超えて心で語ろう、ブロッサムのように広がる未来、違いを認め合い歩き出す、手を取り合えばきっと強くなれる、廿日市四国サライ交流協会、廿日市インターナショナルアソシエーション、桜の花のように咲き誇れ、国際交流で一つになる、世界の仲間とブロッサム、遠い国から届いた手紙、優しい気持ちが心に灯る、一緒に笑い一緒に学ぶ、多文化の花が街に咲く、夢を語り合い歩いていこう、未来へ続く希望の道を、廿日市四国